本日は BMW Z4 のスマホホルダーを作ってみたというか、取り付け方を少し工夫してみたという動画になります。で、それがすでにできていてこちらになります。ずっと前に、このスマホホルダーを購入してあって、両面テープでダッシュボードに固定してありました。ところがその両面テープが劣化してしまって、落下してしまいました。で、それからしばらくスマホホルダーを取り付けるのを諦めて放置していたんですけども、やっぱり、ないと時々困るわけです。で、何かうまいことできないかなというふうに思ってたんですけども、コンソールパネルの隙間に差し込むタイプというようなスマホホルダーがあったんですね。で、そこで、これだと思って、ちゃちゃっと作ってみたというのがこれになります。で、使った材料は、相変わらず、こんなものを使ってます。それから、この取り付けとは実際全く関係なくて、実際のところは不要だったんですけども、エアコンルーパーを取り外してみました。で、BMW Z4 の E85 の場合は、オーディオやナビの取り付け交換をするときっていうのは、このエアコンルーパーを必ず、取り外ししないといけません。で、その取り外し作業がちょっと変わったやり方になっているので、どうぞこちらの方もご確認いただければというふうに思います。取り外しに必要な道具としては、まず懐中電灯が必要になります。それからですね、エアコンのルーパーを引っ張り出すときに使うような、こういうヘラ的なもの、できれば樹脂製の方がより安全なのかなとは思います。これは実は自転車のスポークなんですけども、それをぶった切ったものです。鋭く尖らして、ありますね。こういうものを、最低2本は用意してください。はい、それでは取り外し作業をしてみたいと思います。で、さっきも説明したと思うんですけども、懐中電灯で、この中を照らします。で、この向き調整ですね、これのあたりのちょうど真上あたりに、差し込み口があって、ここに、ここ懐中電灯で照らすと穴があるんですけども、そこに突っ込んで、この金属の棒を差し込みます。暗くて見えないかな。差し込んで、金属のバーを押し下げているような状態になっています。はい、で2本刺さりました。こうやっといてのここにヘラを差し込みます。で少しずつ引っ張り出すんですが出てきません。きた、取れた。で今やったみたいに、この上から出すよりもどうもなんかこの左右それぞれこっち側をちょっと引き出してこっち側をちょっと引き出してみたいな感じで出すとうまくいくような気がします。さっき自転車のスポークを差し込んでいたところの拡大図になります。上から見るとこんな感じになります。それからエアコンのルーパーの吹き出し口はスイッチは0にしておくべきです。というのは、はい、このカムが動くんですけども、1にしてるとカムがこういうふうに下がってきます。0にしてると上がります。上がります。で、1にしたときにこれが引っかかってしまうので、引き出せなくなってしまいます。なので、0にしておいて、引き出すようにした方がいいと思います。送風口のこの0と1の切り替わりなんですけども、今これがメモリが
0になってますが、その時裏側はどうなってるかというと、こんな風に閉じてますね。で、これを1に変えると、今変えました。どうなるかというと、こんな風に風が通るというような仕組みになってますね。これは、左右バラバラで、動くようになってます。送風口を外すと、こことここにネジがありまして、このネジを外すと、このオーディオユニットごとバカッと外れるというような感じになってますので、交換ができるようになります。で、取り外したんですけども、このエアコンのルーパーにはこういうクッションがついてるんです。このクッション私付け直したやつなんですけども、大体劣化してボロボロになっていることが多いです。はい、この裏側ひどいです。触るとボロボロ落ちてきます。送風口なんですけども、底面がすごく汚くなってたんですけども、一応指でこすって、取れるだけ取ってみました。こっちのところはもうすでに両面テープで、再固定しました。それからここのところに両面テープをつけて、つけました。それから切り抜いたスポンジはこんな風に一体型のでっかいのにしちゃって、こんな風に取り付けたいなと思います。それでは再インストールしていこうと思います。というか、そんなに難しいことを考える必要なくて、ただスポット収めればいいだけです。ちょっとスポンジがたくさんついてるので、ちゃんと収まるかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、入りました。ちょっとここのところ欠けてしまったんですが、まあしゃあないですね。今度気が向いた時に、直しましょう。で、このスマホホルダーはここに差し込みます。こんな風に差し込みます。ちょっとスポンジと当たってる感じがしますね。はい、これでおしまいです。で、私の iPhone を立てかけてみました。ちゃんと固定されてます。縦向きに使っているので、例えばポケモンとかやるときは縦画面専用のアプリなので、こんな風にして使いますと。このトヨタのナビ使ってみましょうか。で、運転席に座ってるとこんなような感じの見え方になりますね。普通に使えるようになります。もちろん走行してても落ちてきたりはしません。